こんにちは。今回はコールマン 220E の燃料漏れを修理します。漏れはチップクリーナーステムの根元からでした。レバー動作が重く気にはなっていました。またケロシン化後4年ほど経つので、そちらの状況も合わせてご紹介します。分解の手順は過去の動画をご参照ください。概要欄にリンクを貼っておきます。分解した各種パーツです。ランタンはシンプルでいいですね。タンクです。過去の動画のコメントで灯油が錆びるとご指摘をいただいていました。中途半端に灯油が残ったまま2年近く放置していましたが、うちのものはそこまで深刻ではなさそうです。これはフューエルチューブです。フューエルチューブは1ミリに拡張しています。もう少し大きくしていいかもしれません。ジェネレーターのコイルはアルミ線で作ったものですが、それなりにカーボンが付着していますね。燃料漏れの原因はこの辺にあったかもしれません。ジェネレーターが詰まると内圧が上がってナット部分から漏れるとか漏れないとか。とりあえず磨いておきましょう。ジェネレーターは 200A のものを流用しています。ワンマントル用なので、他に流用が効きそうなものがあればぜひ教えてください。クリーニングロッドは戻すのにいつも緊張します。この先端のニードルを曲げるとほぼ修正不可能な気がするので、そのまま置いておいて誤って曲げてしまわないようにしまっておきます。タンクは特に問題なさそうなので部品を戻していきましょう。前回面倒だったのでシールテープで気密を取っていましたが、しばらく分解することもないので液体ガスケットにします。液状ガスケット、ずっと液体だと思っていました。デイトナのマフラー用です。圧付けできるタイプにしました。脱オキシムタイプは同製品の密閉された部分では腐食の可能性がありと見ましたが、密閉ってどのくらいの話なのでしょうか。真鍮と鉄なので思いっきり銅が入っていますが、密閉じゃないということにしておきましょう。液状ガスケットってどれくらい盛るのが正解なんでしょうか。思わずたくさんつけてしまいました。古いガソリンランタンってネジの切り具合がアバウトだったりするイメージがあって、多めに塗りたくなってしまいます。この作業ですが、シールテープだと狙いの位置にバルブを持っていけなかったりするので、液状ガスケットの方が作業性が良いと思います。いい具合のところまで締めたら固まるのを待ちましょう。おおよそ2時間ぐらいで次の作業に移りました。次は燃料バルブのチェックをしていきます。こちらのグラファイトパッキンは問題なさそうですね。このバルブも落としたりして先端が変形すると使えなくなってしまうので大切に扱いましょう。バルブ側のネジを先に締めます。一度前平になるまで締めてから固定用のナットを締めて、バルブの開閉がスムーズなくらいに調整をします。バ
バルブが重い。ちょっと強く締めすぎましたね。あまり強く締めるとこんな感じになります。重すぎず、軽すぎず、スムーズに動くあたりまで調整をして完了です。この後の作業ですが、少し内容が前後していて、違和感を感じる部分があるかもしれませんが、どうか細かいことは気にしないようにしてください。グローブベースレストを置いて、次の作業に移ります。さて、今回の本題の作業の燃料漏れの修理です。どうもガスチップクリーナーの根元が悪さをしていそうです。歪んでしまっている部分の面を出すために、ヤスリで少しずつ整えていきます。失敗すると修正がとても大変そうなので緊張です。とりあえず出っ張りはなくなりましたね。次はチップクリーナーステムのパッキンを補充します。かなり重たくなっていたのでパッキン切れでしょう。グラファイトパッキンはごく少量しか使わないので、メルカリとかで購入した方が早いです。動画では巻きつけていますが、実際はこんなに必要はありません。1センチ ×1 センチ程度の量があれば十分でした。また、ごく小さい短冊状にしたものをピンセットなどを使って押し込んでいく方が簡単でした。ある程度詰め込めたら、ナットを締めてパッキンを圧縮していきます。この部分のグラファイトパッキンがないと、レバーのあたりがとても強く重たくなります。目安にしかなりませんが、これくらい入っていれば十分でした。手前からおおよそ1ミリくらいの場所まで充填されています。動きがかなり滑らかになりました。これなら快適になりそうですね。さて、戻していきましょう。まずはフレームを戻して、ガスチップクリーナーを戻します。部品名称がよくわからないんですが、これで合ってますかね。フレーム固定のナットは一番上まで上げておいた方が吉です。ここもガスケットを塗っておきます。どうも年式でエアインテークチューブの向きが違うみたいで、以前どうしても右後ろにしたくて、シールテープで傘を上げて右後ろにしたら、盛大に燃料が漏れました。うちのものはバルブノブから見て、左前にインテークが来そうです。フレーム固定用のナットは少し締めるだけで十分です。220E はフレームのお皿が深いのでスパナが入りにくいです。薄くて先端が曲がったようなスパナがあればしっかり締められるのでしょうか。チップクリーナーステムをつけていきます。また漏れても嫌なのでガスケットをつけてしまいました。本来はガスケットはない部分のはずなので、このあたりはいろいろとご指摘がありそうです。動画ではわかりにくいですが、エキセントリックブロックの溝にレバーを合わせてから締め込んでください。ちなみにコールマンのランタンを分解する際は、
インチのスパナセットを購入しておくと良いです。Amazon で1000円も出せばセットで買えるので購入しておくことをお勧めします。エアインテークチューブを戻していきましょう。作業も大詰めですね。久しぶりにランタンを分解して思ったのは、こんなにシンプルな構造であの明るさが出せるのだから、考えた人は本当にすごいなぁと思っていました。現代の道具もよく感心させられますが、こういった昔から変わっていない機構の道具も先人たちの知恵が詰まったロマンあふれる道具だなと感じていました。220E もそれなりに部品流用で長持ちさせられそうなので、今後も大切に使っていきたいなと思います。あとはジェネレーターをつけたら修理は完了です。燃料が漏れてこないかドキドキしますね。ジェネレーターにつけているバネみたいなものはプレヒートカップがグラグラしないようにするためのものです。ジェネレーターを作る際に余ったアルミ線を巻きつけています。また、プレヒートカップにはガラス繊維を入れています。これはプレヒート用の燃料が少しでもこぼれにくいようにするためです。ジェネレーターのナットをしっかり締めたら作業完了です。グローブは購入時はなかったので赤のパイレックスを購入して使っています。なんか赤の方が可愛いので赤にしました。では作業完了です。最後に点火から消火の流れを動画でご紹介しておしまいです。気になる部分やご指摘があればぜひコメントください。